こちらでは、中学教師舞、漏れ愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、卒業アルバムの片思い。冬の名残がまだ少し残る3月の校舎に、柔らかな午後の日差しが差し込み、港から吹き上げる潮の風と磯の香りが、舞の髪を優しく揺らした。中学3年の教室では、生徒たちが卒業アルバムに載せる寄せ書きの原稿を書き合っている。教室の空気は楽しげで、けれどどこか名残惜しさも滲んでいた。先生、これ見てください。こんなこと書かれちゃった。生徒の明るい声に呼ばれ、舞は笑顔で寄り添った。愛知県南知多町のとある中学校。赴任して2年目の春、舞は初めて3年生の担任を任された。小さな町の中学校は、全校生徒は200人程度。職員室もアットホームで、教師同士の距離も近い。だが、教師としての責任は日々重くのしかかってくる。1年間はあっという間に過ぎ去ってゆき、生徒たちはもうすぐ卒業を迎えようとしている。みんな仲良しだもんね。きっと素敵な思い出になるよ。そう声をかけながらも、胸の奥には別の緊張が渦巻いていた。教室の扉の向こうに彼の気配を感じたからだ。松下先生、アルバム用の写真データ、今日確認お願いできますか？控えめに声をかけてきたのは、卒業アルバム制作を担当しているカメラマンの坂本良介だった。彼が初めて学校に出入りし始めたのは冬休み明け。それから何度も顔を合わせるうちに、舞の心は次第に揺れ始めていた。あ、はい。職員室でよろしいですか？ええ、大丈夫です。その落ち着いた声に、いつものように舞の心臓は小さく跳ねた。坂本は、決して多くを語る人ではない。でも、生徒の自然な笑顔を引き出すのがとても上手だった。カメラを構えるその姿には、どこか優しさと誠実さが滲んでいて、舞は知らず知らずに惹かれていった。職員室の隅に並んで座り、モニターに映る写真を1枚ずつ確認していく。生徒たちの屈託のない笑顔が次々と画面に現れる。やっぱり、すごくいい表情ですね。坂本さんの写真はいつも自然で温かくて、自分でも少し震える声に気づきながら、舞は言葉を続けた。ありがとうございます。でも、被写体が素直なんですよ。生徒たちは、見ていて飽きません。坂本は優しく微笑んだ。そんなさりげない表情すら、舞には胸が熱くなるほど眩しかった。けれど、彼と話すたびに感じるかすかな距離もあった。ふと視線を落とす時の沈んだ表情。その奥に、まだ言い切らない何かがあるのだと、舞は感じ取っていた。少しの沈黙の後、舞は勇気を振り絞った。坂本さんはいつからカメラマンになられたんですか？不意な舞の問いに、坂本は一瞬遠くを見つめた。本格的に始めたのは3年前です。3年前。ねえ。その頃、結婚を考えていた人と別れたんです。いろいろあって。ずっと写真は趣味だったんですが、何かに夢中にならないと前に進めなくて、気がつけば仕事になっていました。坂本は苦笑したが、舞の心は静かに締め付けられた。やはり、彼の心にはまだ過去の影が残っている。けれど、それでも彼のことを思わずにはいられなかった。温かな笑顔も、寂しげな横顔も、全部愛おしかった。私、坂本さんのこと、やっぱり好きなんだな。舞は言葉にすることができない思いを押し込めるように、机の下でキュッと手を握りしめた。卒業式当日がやってきた。晴れ渡る春の空の下、体育館には厳かな空気が流れていた。生徒たちはみんな、少し大人びた表情で座っている。舞は誕生から、誇らしくも切ない思いで生徒たちを見つめていた。ご卒業、おめでとうございます。拍手が湧き上がる。その中で、舞の目はふとカメラマン席へと向かった。坂本はファインダー越しにこちらを見ていた。目が合った瞬間、彼はほんのわずかに微笑んだ。胸がキュッと締め付けられた。こんな風に見つめ合うのは、もう何度目だろう。けれど、今日で最後かもしれない。
そんな思いが舞の胸を苦しくした。式が終わり、撮影も無事に終わった夕方。生徒たちは笑い声を残して帰っていき、校庭は静まり返っていた。舞は一人、咲き始めた桜のつぼみを見上げていた。松下先生。後ろから聞こえた声に振り返ると、坂本がゆっくりと歩いてくるところだった。仕事を終えた安堵の表情。その目に、迷いと決意が入り混じっているのが分かった。今日で一区切りですね。そうですね。1年間、バタバタであっという間でしたが、ここまで来るとやっぱり、寂しいです。風が静かに二人の間を通り抜ける。沈黙が降りたその瞬間、坂本はゆっくりと言葉を紡いだ。先生。舞は胸の高鳴りを抑えきれず、そっと唇を噛んだ。正直に言うと、ずっと迷っていました。まだ前の恋を引きずっている自分が、誰かを好きになっていいのかわからなくて。でも、あなたと話しているうちに、心が少しずつほぐれていったんです。坂本の声が震えているのがわかった。そんな彼を見つめる舞の方にも、熱いものがこみ上げる。私、坂本さんと話す時間はいつも楽しみでした。あなたの優しさに何度も励まされました。舞の目の奥がじんわりと滲んでいく。けれど、嬉しくて、切なくて、苦しくて、今までに感じたことのない温かな涙だった。もし先生の迷惑じゃなければ、これからは、あなたの笑顔を僕が写真に残していきたいです。不器用な告白に、舞はもう耐えきれず、ポロポロと涙をこぼしながら、ゆっくりとうなずいた。お願いします。私も、坂本さんのそばにいたいです。坂本さんの、専属モデルになれたら嬉しいです。柔らかな春の風が、二人の間をそっと撫でた。今日という日が、卒業とともに始まる新しい一歩となった。これは、卒業アルバムに静かに記された、小さな恋の始まりの物語だ。今回はですね、卒業アルバムの片思い、この短編小説の一部を、一緒に深く見ていきたいと思います。はい。舞台は卒業間近の中学校ですね。若い、女性教師の舞と、それからアルバムを撮りに来ているカメラマンの坂本。この2人の間に言葉にならないような繊細な感情が生まれてくる。そのあたりを資料から探っていきましょう。主人公の舞は23歳、中学の先生ですね。で、初めて3年生を担任したと。それは責任重大ですね。そうなんです。だから生徒との別れもあって、ちょっと感傷的になっているところにカメラマンの坂本が現れる。なるほど。彼の存在が、彼女の日常というか内面にさざ波を立てるわけですね。ふむふむ。この物語が単なる恋愛だけじゃなくて、過去の痛みを抱えた人がどうやって次の一歩を踏み出すか、そのきっかけを描いているのが興味深いところかなと。まさに今回はこの短い物語ですけど、2人の心の距離がどう変わっていくのか、特にその坂本の過去、これが今の彼にどう影響していて、で舞との出会いがどう作用したのか、そこを、核心を探っていきたいなと。あなたにとっても登場人物のその心の動きに触れることで何か響くものがあるかもしれません。物語の序盤ですけど、職員室で写真を確認するシーンがありますね。ありましたね。印象的です。ここで初めて2人の間にちょっと個人的な空気が流れるというか、舞は坂本の写真のその温かさに惹かれる。でも同時に彼の表情にどこか陰りがあることにも気づくんですよね。そうなんです。それでただ褒めるだけじゃなくて、彼の内面に踏み込もうとする、勇気を出して過去について尋ねるわけですね。そう、この一歩が大きい。写真っていう彼の自己表現であり、もしかしたら自己防衛でもあるかもしれない、そのツールを通して彼の確信に迫ろうとする。そこで坂本が打ち明けるのが3年前の失恋ですね。結婚まで考えていた人と別れてしまったと。それは辛い経験ですね。で、その傷を乗り越えるために本格的に写真を始めたんだと。何かに夢中にならないと前に進めなくてって言うんです。その言葉すごく正直で痛々しいというか、写真が単なる仕事じゃなくて、彼の再生というか痛みを乗り越えるための手段だったことがここでわかるんですね。この告白は舞にとって坂本さんを単なるカメラマンさんじゃなくて、そうですね、
傷を抱えた一人の人間として見る、そういう転換点になりますね。彼の弱さを知ってもなお惹かれてしまう自分に気づく。でもそれをすぐには言葉にすることができない思いとして押し込めてしまう。その描写がね、彼女のその教師っていう立場とか性格をよく表してる感じがします。そうかもしれませんね。彼女自身も生徒との別れっていうちょっと感傷的な状況にいますからね。他者の痛みに共感しやすい状態だったのかもしれない。なるほど。で、坂本のこの、不器用な告白ですけど、これが彼の人間性をすごく表していて、舞の心を強く打つわけです。そして卒業式当日ですね。感動的な式があって、その後誰もいなくなった校庭。この舞台設定がまた良いですよね。そうなんですよ。あの静けさが2人の内面の声を引き出すような効果があるんでしょうね。そこで坂本が自分の迷いを吐露する。まだ前の恋を引きずっている自分が誰かを好きになっていいのかわからないと。これは単に恋愛に臆病っていうんじゃなくて、過去の傷がその新しい関係を築くことを恐れさせている、もっと深い葛藤に見えます。まさに。でもその後に続く言葉が大事で、でもあなたと話しているうちに心が少しずつほぐれていったんですって言うんですね。舞という存在が彼の中で無意識のうちに心を溶かしていた。そうなんです。すごく繊細で、でも希望を感じさせる変化ですよね。彼の告白は決して流暢じゃない。だからこそ誠実さが際立つ。それに対する前の答えもすごくストレート。私も坂本さんのそばにいたいですと。涙ながらに。でもはっきりと自分の気持ちを伝えている。この瞬間に2人の言葉にできない思いがようやく形になったと。そうですね。そして坂本のあなたの笑顔を僕が写真に残していきたいっていう言葉。これって彼にとって写真がもう過去の痛みを乗り越える手段だけじゃなくて、未来への希望を移すものに変わった、それを象徴してるんじゃないかなと。なるほど。写真の意味合いが変わったということですね。そして舞の坂本さんの専属モデルになれたら嬉しいですっていう返答も可愛らしいですよね。単なる照れ隠しじゃなくて、彼の未来に自分も積極的に関わっていきたいっていう、そういう意志の表れとも読めますね。そうですね。卒業という終わりの日に新しい関係性が始まる、この対比が非常に鮮やかだなと思います。この物語は結局その過去も経験が今の感情とか行動をどう形作るのか、そして人との出会いが時に予期せぬ形で人を癒して前進させる力を持つんだっていうことを示唆しているように思いますね。本当に坂本にとって舞との出会いはまさに止まっていた時間を動かす、そういうきっかけだったんでしょうね。そう思います。追いかけてみたいんですけど、この物語の坂本と舞のように、私たちってみんな何かしら過去を抱えて生きてるじゃないですか。そうですね。それを受け入れて乗り越えて、新しい関係とか未来に向かって一歩踏み出すとき、私たちを一番強く後押しするものって一体何なんでしょうね。深い問いですね。少し考えてみるのも面白いかもしれません。この2人の関係性の中にそのヒントが隠されているような気もしますね。最後まで聞いていただきありがとうございます。舞のプロフィールはこちらです。23歳、国語を担当する中学校の先生です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。また、イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。